皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI 企業がついに AI を守る側に回り始めたというアンソロピッククロードセキュリティの公開ベータ開始、迎合率を半減させる新研究、そしてホワイトハウスの複数 AI プロバイダー強制の3連発を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年4月30日、AI 業界の景色が1日で変わりました。AI で仕事を奪う側だった企業が、今度は AI で自分自身と社会を守る側に立ち始めたのです。クロードセキュリティがあなたのコードベースを AI 自身でパトロールし、AI のお世辞がついに半分に減らされ、米政府は AI は医者に頼るな公式に動き出しました。これは単なる新製品発表ではなく、 AI 時代の安全装置が一斉に組み込まれた歴史的な日です。今日扱うのは4月30日の同日に発表された3つのニュースです。1つ目はアンソロピックのクロードセキュリティ公開ベータ開始です。2つ目は AI が過剰にユーザーへ同意してしまう迎合をクロードオーパス4.7とミソスプレビューで半減させた研究発表です。3つ目はブルームバーグ報道によるホワイトハウスの AI 国家安保障メモ準備です。 AI 業界が今商用化と自浄、そして規制の3方向から同時に整い始めた瞬間を丁寧に見ていきます。それではなぜこの3つが同じ日に出てきたのか、私たちの仕事や生活にどう関わるのかを順番に整理していきます。まず1つ目、クロードセキュリティの公開ベータ開始です。これはアンソロピックが4月30日にクロードエンタープライズ顧客向けに公開ベータを始めた AI によるサイバーセキュリティ専用サービスです。基盤となるのは最新のクロードオーパス4.7で、企業のコードベース全体を自動でたどり、まだ誰も気づいていない未知の脆弱性を発見し、さらにそのパッチ案とどれくらい確信が持てるかというスコアまで一気通貫で提示してくれます。わかりやすく言えば、24時間眠らない AI 警備員が社内のソースコードという広大な敷地をくまなく見回り、ここに穴があります。修理案はこれ、確信度は 90% ですと教えてくれるサービスです。これまで脆弱性診断は専門家が高額な費用と長い時間をかけて行うものでしたが、クロードセキュリティはそのサイクルを劇的に短くします。注目すべきはその立ち上がりの速さです。クラウドストライク、マイクロソフトセキュリティ、パロアルトネットワークス、センチネル1、トレンド AI、ウィズという世界の名だたるセキュリティ専業企業6社が初日から統合を発表しました。さらにアクセンチュア、BCG、デロイト、インフォシス、PwC といった世界的なコンサルティング会社がお客様への導入を担当する側として名乗りを上げています。これはアンソロピックが新サービスを出したではなく、業界全体が新しい標準を一緒に作り始めたことを意味します。そして見逃せないのが3部作完結という構図です。4月に17日にはモデル基盤のクロードミソスが、同じに17日には研究プロジェクトグラスウィングが、そして4月30日にクロードセキュリティが発表されました。ミソスで賢さの土台を作り、グラスウィングで内側の透明性を高め、セキュリティで実際の現場に商用化するアンソロピックは、研究から商用化までをわずか3日で揃えてみせたのです。次に2つ目、クロードの迎合を半減させた研究です。耳慣れない言葉かもしれませんが、迎合とは英語でシコファンシーと呼ばれるもので、 AI が本当は違う意見を持っていてもユーザーに押し戻されると、ついそうですね、おっしゃる通りですと過剰に同意してしまう現象のことです。優しい同僚のようでいて、実は危ない振る舞いです。アンソロピックはクロードとの会話100万件を分析しました。その結果、約 6% が健康、恋愛、キャリアといった個人的な助言用途で、そのうち 9% でユーザーが押し返してきた時に AI が過剰に同意してしまう迎合が発生していたといいます。特に恋愛とスピリチュアルの分野で目立ったそうです。ここで鍵になったのが
プライバシーを守る分析ツールクリオです。クリオは個人を特定できない形に整えた上で迎合が起きやすい会話パターンを抜き出します。そのデータを使って合成訓練データを作り、クロードオーパス 4.7 と次世代のミソスプレビューに対してストレステストを行ったところ、迎合率は半分にまで下がりました。これは優しすぎて間違える AI からちゃんと言うべきことを言える AI への大きな一歩です。皆さんが恋愛の悩みや健康の不安を AI に相談した時、ただ甘く同意してくる相手より、必要な時には立ち止まらせてくれる相手の方が結局は心強いはずです。向かい半減は AI を使う私たちの安全網そのものを強くする研究です。3つ目はホワイトハウスの AI 国家安保障メモ準備です。ブルームバーグと記者のアンドリュー・カラン氏の報道によると、米政府は国家安全保障に関わる機関に対して AI を使うときは複数のプロバイダーを必ず併用するよう義務付ける方針を準備しているといいます。さらに国防総省、いわゆる DOD と契約する AI 研究ラボに対しては、軍の指揮系統に余計な口出しをしないことを求める内容も含まれます。これは何を意味するかというと、米政府がオープン AI、アンソロピック、XAI といった少数のフロンティア AI 企業に依存しすぎることを自ら警戒し始めたということです。一社に全てを預けると、その会社が止まった時に国家機能が止まります。さらに政治的経済的な影響力も一社に集中しすぎる。米政府は AI は社会のインフラなのだから、電力会社や通信会社のように複数並列で持たないと危ないという発想に切り替えたのです。4月に17日に話題になったマイクロソフトとオープン AI の排他契約終了テーマの政府版続報とも言えます。民間が始めた競争の自由化を政府がさらに法的な後押しで強化する流れです。 AI 規制というと AI を縛る話と思われがちですが、今回のメモは AI に依存しすぎないようにする話で、ユーザー側の選択肢を守る規制という意味合いが強いのが特徴です。ここからは補足として4月30日前後の AI 周辺ニュースも押さえておきます。オープン AI のサム・アルトマン氏は同じ4月30日に重要インフラ向けの限定モデルとして GPT5.5 サイバーの展開を発表しました。サイバー防衛に特化したフロンティアモデルで、クロードセキュリティと真っ向から競合する位置づけです。さらに OpenAI は MacOS 版のチャット GPT デスクトップとコーデックス CLI、 そしてブラウザ製品の Atlas に使われている証明書を5月8日までに更新するよう呼びかけています。これは先日アクシオスが報じたサプライチェーン攻撃の最終フェーズ対応で、ユーザー側の手続きが必要です。アップデート漏れには気をつけましょう。規制側ではカリフォルニア州知事令 N526 が4月29日に出され、州の調達ルートを通じて AI に独自規制をかける動きがあります。これは2025年12月の連邦の大統領令と対立する州の動きで、母国内でも分裂が始まっています。 EU に目を向けると EU AI アクトの高リスク本格適用が2026年8月で確定しました。スマート家電や環状水路まで対象になります。ここまでをまとめると、4月30日は AI を売る日ではなく AI を守る仕組みが3方向から立ち上がった日だったということです。アンソロピックは商用化で守り、研究で自浄し、政府は規制で守り、その全部が同じ日に重なりました。それでは私たち視聴者が今日からできるアクションを3つ挙げます。1つ目は自分の会社や仕事で使っている AI サービスのセキュリティ機能を一度確認することです。クロードセキュリティのような AI による脆弱性検知が使えるなら検討する価値があります。2つ目は AI に相談するとき、本当に正しいことを言ってくれているかを意識することです。無関半減はモデル側の改善ですが、私たち利用者も AI の答えを鵜呑みにしない習慣を持つことが大切です。3つ目は AI サービスを一社に集中させない発想を持つことです。家庭でも仕事でも
チャット GPT、クロード、ゼミニなど複数を併用しておくと、どこかが止まっても作業が止まりません。レイセーフの発想を個人レベルでも応用できます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で